はいお願いします。今フランスのパリを拠点にATT アタという形で ATTA と書いてアトリエ剛種アーキテクツという、名前でやってます。世界がこれだけこう新しくなりすぎた時にあまり居心地が良くないなということを思っているので、その記憶というまたは場所の記憶というものにやっぱりそっちに未来があるんじゃないかというので新しさでないものを考えたいということをずっとやっています。で弘前の、初めて日本での公共建築だったんで、この老朽化して、20年近く15年近く、使われなくなったレンガ倉庫を弘前市は壊さずに、文化遺産としてこう未来に継承していこうというのでコンティニュエーションというので延築という時間軸をより引き伸ばしていくような考え方できないかと。でもその柔らかいレンガを、上から下までこういう PC 工房で、9メートル穴を開けてまっすぐこういった長いアンカーを打つことによって硬い、緊張感のあるレンガを作るというような、技法があるので、そうすることによって内側も外側もその既存のレンガを傷つけずに、残せることができるというような、もともとあった漆喰壁だったのでこれも触らずに残そうというふうな考え方だったんですけども、先ほどの PC 工房を打ってるうちに全部クラックが入ってしまって、これどう考えても残せないというような現場からの話があって、でも予算もないし、どうするかというところでこう剥がし始めたら、実は当時のそのレンガ壁というのがこうあらわになった時に非常に素晴らしい100年間こう裏側にあったものが表に出てきたので、もうそのまま行きましょうというので、手作業で剥がしてもらって、でさらに床にレンガを足していったりとか、もともと露出していたものと裏から出てきたものとそこに新しく足されたものとっていうのがこう、対話するような形で時間軸というものがあったらいいなというような。延築っていう考え方がなんかこう概念としては今まであったような気もあるような気もするんですけど、なんかやっぱりなんか新しいというか、でその延築っていう時にどれぐらいのこう時間スパンみたいなことはこう考えられるんですか？その今できることを僕らがやっていて、また次何年、本当に50年または780年経ったり100年経ったりした時にこれを壊さずに次の世代がこういう考え方があって、回収する時にはじゃあ自分たちもレンガを使ってみようとか、こういった継承しながら次の、足していくような考え方も引き継いでほしいなというので、それをちゃんとできる一つの方法としてこんなことを考えたという、ちょっとフレッシュな、まだこれ初めて話すのであまりこう整理されてないんですけども、せっかくの機会なので、ビトラに、出来上がった建物ですね。でビトラというのはこういうビトラキャンパスというのは、バーゼルというスイスの町から15分ぐらい行ったところで、一応ドイツの、国境に入っていくんですけども、そこのキャンパスというのでいわゆる工場地帯であるべきところを、キャンパスという呼び方にしていろいろな建築家、またはあとデザイナーが家具を作ったりとか、この気候変動の中で、これからの時代を考えていく時にキャンパスの計画も含めてオードルフガーデンを作って、それをこう体現するような形の次世代の小屋を作ってくれというので、この敷地が与えられてですね、でこのリサーチというのもこうただこう調べるというよりは考古学的にものを深掘りしていきながらこう思考を改造的に降りていくような形で、いろいろなことを段階的に掘り下げていくということをやっています。でそこから最初のコンセプトの、アイデア出しというので模型をこういろいろ作っておいてみると、限られた15平米の建築なので予算も含めてこう縮小しながら、それでいきながらプロポーションというものが非常にやっぱり大事なので、プロポーションのいろいろな高さや角度やで、ここで一つそのサステナブルやエコロジーだったりとかそういうこともあるんだけども、もしその言葉がなかった時にどうやって自分たちがこれを言葉としてできるかというので、オーバーグラウンドということを考えたんですね。でそれはこのアンダーグラウンドという、地下資源を掘りながらそれを燃やしたことによって地球の温度が変わってしまっているので、もう一度その地下資源を掘り下げる前の僕らの人類はオーバーグラウンドというこの地上の中で生きてきたので、その素材だけで建築を作ろうと。でもう一つは、ネイバーフッドというので、やっぱり今の現代建築の場合中国で石を切ってスペインで加工して、
カタールに納品するとか、そういうことがまかり通ってるようなことがグローバルの建築の作り方の時に、そうではない、もう一つの示し方として直せないものが増えてるんですけども、やっぱり直せる、しかも手で直せるというものを目標にしようというので、近隣に頼むと、あっという間にできてしまって3年間かけて作ったんですけど、設計したんですけど施工は3週間ぐらいできちゃってですね、こんなに早いのかって僕らね、ショックでした。すごい勢いで出来上がっていったので、もうどんどん作っていて、でここからロープ職人が出てきてですね、そのダマを作りたくなかったので、縛ったというダマを作りたくないという僕らのわがままと、ロープっていうのは実はほどけて、そのほどいた間にロープを通してもらって、それを抜きながらまた間に入れてみたいなことをいまだにこれどうやって作ったか僕らも分かんないんですけど、どっちから始めて行ったり来たりしながら8本のロープだけで行ってきて戻って最後止める、すごい技術でした。でこれはオープンした時のところで、オープン当時本当にこんなに乗ってまずいんじゃないかと思うぐらい20人ぐらい8人のために設計したんですけど、すごい人が乗ってもうやめてくれという感じでしたなんか出来上がった時にも真新しいというよりは最新の建築のはずなんですけども、もともとそこにあったかのようなものが出来上がったっていうのは自分もすごい嬉しいなという。なんか他分野で影響を受けられることってありますか？最初に大きな影響を受けたのはやっぱりこの舞台のダンスという、そうですよ、コンテンポラリーダンスというものに出会った時の衝撃が非常に大きくてですね、美術館でアートを鑑賞するとか、何か見て学ぶというよりも、その何ですかね、原始的な体験っていうのはやっぱり未だに自分の原体験として考え方がガラッと変わったのは、ダンスは大きい。建築家とはどんな職業ですかっていう。やっぱり未来を作る仕事なので、それに尽きるんじゃないかなと。今を満足したりとか、今物事を解決したりする以上に、その先の未来を切り開いた建築家の仕事や、開いてきた先人の建築家のものを見た時に、ものすごいやっぱりすごいことをした人たちだなというのに非常に感銘を受けるので、建築という仕事を選んだらそれができたらいいなっていう気は出ますかね。ありがとうございます。最後に大きな拍手で閉会とさせてください。